ヘビのためなら指の1本や2本差し上げます。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの噛まれたらどうなるのとか噛むのとか、そういうお話をしたいと思いますが、ヘビ屋をやっていて、最も聞かれることの一つに噛むのっていうのがあります。その時に言うのは噛まない、毒あるの、毒ないみたいな話をするんですけど、多分絶対噛まないってわけではないですけど、大体いつも言ってるのは噛む可能性は猫と同じぐらいですみたいに言っています。猫ってでも基本噛まないでしょ。でも、絶対噛まないわけじゃなくて、よっぽど嫌なことあったらシャーとかはいとかやったりすると思うんですが、そんくらいかなと。ヘビの中にはもうバリバリの戦闘民族みたいな、絶対に持つことは許さないみたいなヘビもいるんですけど、ボールパイソンは世界でも最も人気のペットスネークで、ボールパイソンが人気の理由の一つはおとなしいからですね。こうやってハンドリングって言って持つことのできる、大きめのヘビとしては、ほぼ唯一なんじゃないかなと思います。ボールパイソン大きくなると1メートル超えたりはしてきますが、1メートル超えてこうやって持つことができるヘビってね、ちょっと他にはパッと思いつかないな。こんなおとなしいのは。ほら噛まないでしょ。彼らが噛む時は、よほど怯えている時か、あるいは餌と間違えて噛むぐらいなんじゃないかなと。いたずらにね噛んで攻撃してきたり愛情表現をしてきたりってことはありません。そういう好きだから噛んでみたみたいなね、メンヘラみたいなところは別にないですね。でじゃあ、噛んだらどれぐらい痛いのかって話ですけど、ほぼ噛まないとはいえ噛むこともあって、でそういう時にどれぐらい痛いかっていうと、ちょっとね歯を見てもらいたいんですが、ボールパイソンの歯、ごめんね、ちょっとだけ見せて。はい、別に牙とかないでしょ。ハリー・ポッターに出てくるヘビのイメージだともうオラーみたいな歯が生えてるような想像する方もいるかもしれませんけど、ヘビっていうのは基本的にね咀嚼しないので、僕らの歯っていうのは物を噛みちぎったりとかすりつぶしたりするためにこうやって発達してるわけですけど、ヘビは噛みちぎったり咀嚼したりしないので、何のためにあるかっていうと、餌を食べる時に逃がさないようにするために、フックにするための歯なので、あまりでかいとか鋭いものは歯は持っていなかったりするんですが、とはいえ引っ掛ける必要はあるので尖ってはいるんですね。細く尖ってはいて、でそれが指に当たったりとか刺さったりとかすると痛いは痛い。どれが痛いかっていうと痛いっていうぐらい。慣れてくるとパッて構えてもっていうぐらいに落ち着いていられるぐらいの痛さでしかないですね。爪楊枝でティンってやるぐらいの痛覚かなと思います。基本はね、細いから皮膚の中には入っていくんですよね。だから血管を傷つけたりすると血は出る。噛まれたらそんなに痛くないけど結構血は出やすい、細いのでってことはあるかなと思います。とはいえすっごい痛かったことがあって忘れもしない。今でこそねたくさんのスタッフにサポートしてもらってみんなで餌やりをしたりとかっていうのしてますけど、ヘビを始めたばっかりの時はもう自分しかいなかったので、でももう何百匹ってヘビがいたからもう全部自分で餌をあげてたんですね。でそうするとねだんだん疲れてくるの。しかもあったかい部屋で飼うからもう疲れてきて、あったかいしっていうので頭が働かなくなってくるんですね。大人のヘビたちの部屋があって、こうやって餌をあげてたんですけど、もう脳が停止しちゃってて、こう開けて餌を持った状態でちょっとフリーズしてたことがあるんですけど、疲れたみたいな。でその時に餌を持ってると餌を食べたいから取りに来るわけですよね。でそれで、噛まれちゃったことがあって、餌ここに持ってるから餌だって言って噛まれちゃったことがあって、その時ここを噛まれたのね。ここ関節で、関節って神経あるでしょ。骨と骨の間の関節のところに歯が入って、それで多分神経に到達したんだと思うのね。ディッツって。それはねすげえ痛かった。いでってなって大した血が出たわけではないんですけど、やっぱりその神経が傷つくってね、我々非常に痛いわけですよね。すんごい痛くて半年ぐらい痛かった。ちゃんと治るまでっていうことがありました。それはそのボールパイソンの攻撃力とは違う話で、別の話で、私の弱い部分、神経の部分に当たったからそれだけ痛かったってことがありましたけど、そういう思い出があります。この子じゃないけどね、噛んだのは。基本は噛まないけど、噛まれれば血は出るし、いでってなる。噛まれどころが悪ければほわーみたいなことにもなりますので、ボールパイソンっていうのは別に噛みたくて噛んでるわけじゃないので、彼らにとってもリスクなんですね。歯が細いし折れちゃったりするから、変に噛んだりすると。で彼らも攻撃したくてしてるわけじゃなくて、何かを恐れて怖がって噛んできちゃったりとか、間違って噛んできちゃったりとかするので、それはね彼らにとっても危険行為ではある。自分にとってもね。だから噛まないように飼ってあげる、餌と間違われないようにするとか、怯えさせないようにするとか、そういう配慮をこちら側もすることで、ヘビも人もご安全に生きていくことができますので、危ないけどなお噛まないようにしてあげるっていうのはびっくりした。ちょっと嫌だった。触りすぎたっていうのは大事かなと思います。触りすぎるとねこういうことになるから。
後で帰っていただこうと思います。血は出てない。今日は、驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが噛んだらどうなるのっていうお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。